はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。私毎月月末に翌月の星の動きを見て、私なりに感じたことをメッセージとして公式 LINE でお届けしていますので、ご興味ある方は公式 LINE のご登録もお待ちしております。ではいきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。太陽逆、ペンタクルス9逆、ソードの9、ワンドエース、ソードの7、ソードキング、カップ9 すごい気をつけることで大作がペンタクルスのナイトとソードのページとオラクルはカップの5ですね。なるほど。前回ねちょっと星の前回の前半の動画のところでもお伝えしたんですけど、やっぱりこう6月の前半は特にねこう内側を整える時ですよっていうふうにお伝えしたんですけど、やっぱりこう内側の心模様というかその動きがすごく強いんだなって感じがやっぱりします。でちょっと星の補足ですけれども、6月15日が新月になります。でこの新月自体は非常に双子座で起こる新月で、何を追求していきたいですかとか、どんなことに興味を持ちますか、それをどうやって膨らませていきますかとか、方向性がはっきりしてきたりとか、ご自身が進みたい方向もう決まってるよっていう方はもっとそれを深く入っていけるとか、なんかそういう意味で好奇心とかそういったものがものすごく膨らむタイミングなんですね。でそれが魚座さんにとってやっぱ内側であるので、自分の内側って本当に私たちの内側って本当に宇宙だからその自分の中にある宇宙がもう爆発するみたいな感じかもしれません。やっぱりこれが好きだとか、やっぱりこうしたいみたいな、そういったなんかなんでしょうね、なんていう説明したらいいのかわからないんですけど、なぜ外側の世界がどうこうではなく、内側のあり方とか感覚とか、本当に大事なもの、見えないものに対してのなんか感謝だったりとか、そういったものがすごく膨らむんじゃないかなと思うんです。でこの新月のタイミングに何かを意図すると、それが次の新月までの間にすごく膨らみやすくなるとか、そういう宇宙の流れはあるんですけれども、この願いを叶えるということだけではなく、何かの一つの分岐点というかきっかけのタイミングとして使っていただいたらいいんじゃないかなと思うんですね。なので本当の自分の真実につながるっていうふうに自分で意図したら、そういう流れになるでしょうし、何かやりたいことがあるんだったら6月15日にじゃあそのことをやってる自分をなんかワクワクするみたいな形でイメージしてもらうと、そうなっていきやすいとかいうのもあるかもしれないし、なんか心を整理するとか、何かの一つのなんか区切りとして使えるなって感じがすごくします。そして6月の13日以降は金星という社交性とか豊かさとかお金とか愛情とか、そういったものが価値あるものが獅子座に入ることによって、魚座さんにとっては日常生活が落ち着くよっていうのがあるんですね。もしくは日常生活の中にささやかな喜びを見つけられるよとか、なんか趣味とかでも何でもいいんですけど、とにかく喜びがある、生活の中に喜びがあるっていうふうに思っておいてください。見つけやすくなりますね、そういうのが。そして21日以降からこの太陽が蟹座になるんですけども、これはやっぱり魚座さんにとってはやっぱりクリエイティブな力っていうか、自分が何を表現していきたいかとか、何を人生に喜びとして取り入れていきたいかとか、何を作っていきたいかとか、何を表現していきたいかということが非常に顕著になってくると思います。これはすでにねもう去年から始まってますよね。木星という発展拡大のエネルギーが蟹座にあったので、何かクリエイティブなことなんか新しい生き方とか、そういうことを試されていたと思うんですけど、さらにこの6月21日からですね30日までの間っていうのはもうそこにもう最後のなんか光としてすごい燃えるなって感じがあるので、別にその6月30日過ぎたらなくなるわけじゃないんですけれども、着火点としてはいいタイミングなんですよ。この21日から30日までっていうのがもう着火するにはふさわしい時っていう感じですね。なんかそう着火できそうな感じがするなっていうふうに思ったんです。そして
6月29日以降火星も双子座に入りますので、何かやっぱり頑張りたいとか、やっぱりこうしたいみたいな、そういった思いが自分の中から湧いてくるということもあるでしょうし、そして30日以降がですね、とても大きな流れの切り替えのタイミングになります。でこれは6月30日からこの約1年滞在していた木星が獅子座に入るということで、7月以降の流れになってくるので、ちょっとこの夏もまたすごく大事なんですね。なので7月8月9月っていう、夏をちょっとセットにして解説した動画を別で撮りますので、そちらでまた詳しく見ていただきたいんですけれども、でその中でラブメッセージも撮っていますのでなんですが、とにかく6月末ってなったら、なんかね、本当に21日から30日までっていうのがものすごくいい着火のタイミングっていう感じがします。そしてカードで見た時にやはり入り口がね、太陽です。太陽逆位置ですけど全然いいです。ということは、何かご自身がやっぱ守られているとか導かれているとか、大事なことに気がつきましたみたいな、なんかそういうとてもいい波動の中にいる、もしくは自分がそういういい波動を見つけられる自分でいるみたいな感じかもしれませんね。楽しみ事、一言で言っちゃうとね、日常生活の中で何か楽しむことがありますかっていう感じなんですけど、もっと深い感じがします。これは表面的な楽しみ事じゃなくて、もっともっと安心感のような豊かさの源泉を今魚座さんは感じているのかなっていう感じがしましたので、これ感じられると思うんです皆さん。でも何か自分が不安にとらわれたりとか、ちょっと体調がね調子が悪いんだっていう時は、もちろんそっちを先に、体調を整えるということを先にしていただきたいので、感じられないからダメとかそういうことではないんですけど、いつでも感じられる。ただ余裕がなかったら感じにくいかもねっていうことなんですよね。寝不足だったら頭回らないのと同じで、しっかり休んだら必ずその恩恵っていうのは感じると思うんですね。で今は先ほど言った特に21日までは見えないところでの恩恵や整えるということがすごく大事なので、例えばこれから先訪れるであろう仕事の展開とか、なんかうまくいくこととかっていうのは、まだちょっとベールに包まれているみたいな感じかもしれません。なのでベールで包まれていてはっきりとした保証がないがゆえに、本当に大丈夫かなみたいな気持ちになる時もあるとは思うんですけど、でも必ず復活すると思います。今現在もうすでにワンドのエースが出てるので、やっぱり何かをやっていこうという、情熱だったりとか闘志だったりとか生きる力とか、そういうものが自分の中にちゃんとあるなって感じがします。あるんですよね、みんなね。必ずあると思います。そしてここからね、ソードの7、そしてソードのキングということで、少しやはり慎重になって、なんていうかな、手放しに何も考えずにわーって走っていくっていうよりは、やっぱりどんな人がいるのかなとか、どういう妨害があるかなとか、そういうことを想定しながら、リスクを想定しながら進んでいくなって感じがありますね。でもとてもなんかある意味誠実で、まっすぐに自分が進んでいきたい方を見てるからこそ、今余計なこと言わないでくださいみたいな感じかもしれないし、誰かの言葉とか誰かの在り方っていうものを厳しく感じるのかもしれないですし、でもなんかその中でもなんかちゃんとなんか自分っていうものを見ようとしてるから、素晴らしいなって思いますね。ちょっとねあれなんですよ。対策のところでやっぱりペンタクルスのページとかソードのペンタクルスのナイトとかソードのページっていうのが出てきているので、何か人を通してのなんか戸惑いというか、なんかそういうのはあるんだなとは思います。でもそれみんなそうだと思うんですね。みんなやっぱり他者を通していろんなこと感じるじゃないですか。人間関係なくして生きるなんて難しいですしね。なんですけど、そういうなんか動きの中でもちゃんと魚田さんは自分の中の真実に戻ろうとしているっていうのが素晴らしいなと思ったんです。迷いながらもそこは崩さないみたいなね、そんな感じがしましたよ。だからこそすごくしっかりと自分自身忠実であろうとしてるとか、今はちょっと誤解されたとしてもちょっとこれだけは今やらせてくださいみたいなことがあるのかなって感じがしました。その結果やっぱすごく良かったねっていうことで、
満足ですね、大満足な結果になるような気がします。これはウィッシュカードで本当に嬉しい喜びがあるっていうふうに出てるので、なんかこう今守られてるこの何とも言えない目に見えない守られてる力と、ご自身の中に芽生えてきている強さや生きる力や何か目的や情熱があって、そして満たされている、喜んでいるっていうのがあるので、よかったなってすごく思いました。ただそこに至るまでのなんかプロセスっていうものは少し紆余曲折あるのかなって感じがしますね。っていうのはやっぱりさっき言った何かあるけど自分に戻る、何かあるけどでもやっぱり私はこれがいいよね、こうだよねってことで自分に戻っていくことができるんですけど、そこに多少ちょっとなんか揺さぶられるエネルギーがあるので、その 100% 全員がなんか自分の味方をしてくれてるとか全部自分に同意してくれてるわけじゃないんだなっていう感じなので、その出来事っていうのはもしかしたらご自身の中にもあるかもしれないなと思ったんです。何か今やろうとしてることそれがあって、それはとても自分にとっての嬉しいことなんだけど、全てを捨ててそれをやるわけじゃないから、やっぱり自分の中でも調整しながらやらなきゃいけないところもあるので、その 100% 全部が喜びですっていうよりも、ちょっと諦めたりとかちょっと置いていかなきゃいけないこともあるのかなと思ったんで、それがオラクルとしてカップの子として出てるのかなと思ったんですね。でも全然悪いわけじゃないんですよ。ここにちゃんと喜びがあるから。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみます。仕事ね、運命の輪、ペンタクスの5、ワンドキングということで、お仕事でもある意味ちょっと揺さぶりがあるのかなって感じがしましたね。っていうのは運命の輪が出るってことはやっぱり何かタイミングでその話が来てる、タイミングがあるから、今がそのタイミングだからそのことが起きているっていう感じがして、お仕事を通して例えばすごく順調ですとか、いやめちゃくちゃ失敗しちゃいましたとか、転職考えてますとか、いろいろあるとは思うんですけど、その中で何か自分の大切なものをなんか見過ごしていませんかみたいな感じがあるんです。でその大切なものに気づくために今このタイミングで起こってることがあるんじゃないかなっていうふうに思ったんです。そしてそのことによってやっぱり自分の強さを思い出す、ワンドのキング、自分の誇りだったりとかこれまでやってきたことだったりとか、それを思い出すっていうふうに、出てるなっていうふうに思いました。どうなんですかね。本当何があるのかちょっと皆さんに教えてもらいたいぐらいですけど、ね、なんだろう、ちょっと人間関係見てみますね。さっき言ったお仕事ってなった時に、どうしても仕事ってもちろんエネルギーだけじゃなくて、やっぱり報酬としてお金を得ないと生きていけないみたいなこともあるかもしれないんですけど、そこがまだちょっとなんとなくベールがかぶってる感じがするんですね。だから仕事してすごく頑張ってるのになんか収益につながってないとか、そういう方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれないんですが、メッセージとしてはやっぱりゆっくりなんですよね。着実に時が来ないと花は咲かないみたいな、どれだけ早く咲かそうとしてもやっぱり必要なプロセスを経てからじゃないと咲かないみたいな感じがあるので、それはゆっくりといくものだから、でも今タイミングがあって今それが起きてるんですよっていうのがお仕事のメッセージだったわけです。ちょっと人間関係見てみますね。皇帝、カップの7、ペンタクルスのエースということで、何かしっかりとした関係性はあるのかなと思うんですけれど、ちょっと待ってくださいねちょっともう一枚やってみよう。だから誰かに対してものすごく強い自分であらねばならないという思いがあるのかなって感じがして、でさらには要するに役割、なんか本当に不思議なもので、自分がなんかすごい頑張るぞって思ってる時にちょっと頼りたいみたいな人が出てきたらより一層頑張るぞみたいなエネルギーになるけど、でもなんかものすごく強い人が出てきたらちょっと頼りたいってなったりするみたいに、人によって自分の在り方ってなんか甘えてみたくなったり頑張りたくなったりみたいな、そういう
パワーバランスっていうのかな、なんかそういうのがちょっと今人を通して出てきてるのかなっていうのがあって、でメッセージとしてはなんとなく魚田さんが強くあらねばならないというふうになんか自分を鼓舞しようとしてるのかなって感じがしたんですね。だけど、カップの7っていうのはその人を通しての可能性って本当に様々だし、人は自分のどこを見てるかなんて本当にわからないんですよね。自分はこういうとこを見てほしいって言っても違う人は全然違うところを見てるっていうのがあって、人それぞれ見てる視点が違うし感じる視点も違うから、自分がなんかその人に対してこうあらねばっていうふうに思わなくてもいいですよっていうメッセージかなと思ったんです。あのそして、もう一枚ね、ペンタクスのエースっていうカードも出てるので、これはやはりなんかペンタクルのエースってね、なんていうのかな、まやかしじゃないんですよ。本当に真実のもうそもそも自分が持ってるものなんですね。自分が持ってる素質なんですね。でそれは消えないんです、絶対に。なんかそれでやっていくんですよっていうメッセージなので、どう見られてるのかな私とか、どういう印象を与えちゃったかなみたいなのが全然気にしなくていい。もうありのままでいいですっていう感じがしました。そしてもう一枚補佐で引いたカードが紅葉というカードが出てきたので、本当に楽しんでいいんですよって、ありのままの自分で楽しんでいいんですよっていうような感じがしました。はい、いかがでしょうか。何か通じましたでしょうか。通じたよっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。では最後にもう一枚ちょっとオラクルカードを引いてみますね。6月末の魚田さん、これかな、どうでしょう。このカードを見て皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってくださいね。いいですね。もう手放していく、自由に飛び立っていくみたいな、そんなカードですね。いいと思います。はい、ということでありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。